高千谷ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は松屋が深夜料金を導入したっていう話をしていきたいんやけど、詳しく言うと、大手牛丼チェーンの松屋が7月16日から1都6県で深夜料金を導入したと。で、その1都6県っていうのが、東京都、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬っていう、関東圏の先行導入というか、導入するっていう話になって、それが背景としては、原材料価格の高騰や、光熱費、人件費、および為替変動の影響などを受け取るためって書いてあるんやけど、深夜営業の人件費が、結構ネックになって、今回そういう踏み切ったっていう話なんやけど、もともと深夜料金自体ってさ、昔からファミレスとか居酒屋でもあったやんか。そうやな。結構昔からあるような、ファミレスとかはな。そうそう。それこそ俺らが学生やった頃からなんかあったイメージやから、逆にまだやってなかったんかっていう感じもあるし、もともとが安かったからっていうのもあって、深夜料金に関しては、しょうがないなっていう面もあると思うよね。そうやな。世間的にもしょうがないんじゃないみたいな声が多いよな。そうそう。でもやっぱ中には、なんで深夜料金つくんやみたいな 7% から 10% って結構やっぱり高いんじゃないかっていう声もあって、中にはわざわざ早朝の5時1分に、会計して、これで深夜料金取られずに食べたぜみたいなツイートとかする人も多いんやけど、やっぱそれって金額の問題もあると思うんやけど、深夜料金に対して今まで払ってなかったものをなんで払わなあかんのかっていう抵抗の意味も込めてなんか人も多いと思うよね。だってその人も、例えばその330円の牛皿定食に対して、30円かなわからんけど上がったのが払いたくないから、そういう感じのことを言っとってさ。気持ちの問題やんな。そうっていう面もあると思うよね。だから払う料金が増えたから30円上がった牛飯の値段が嫌っていうよりは、お金が上がることが嫌みたいな。そうそうそう。値上げが嫌みたいな感じやんな。払いたくない余分に。そうそう。でもさ、別に俺松屋好きやし、よく行くやけどさ、松屋の牛丼の価格って他の吉野家とか中尾とかに比べたらだいぶ安いんよね。すき家松屋が今同じ料金か。で、吉野家がちょっと高くて。もともと400円やったんやけど、この深夜料金の導入に合わせて30円値上げされたんやな。牛飯が。そうやな。深夜料金の裏でしれっと牛丼自体の金額も上がってるよね。だから逆に言うと、今までは松屋だけが安かったんや。そうなるな。で、今回その松屋の深夜料金の話の前に、すき家でも先行的に深夜料金は今年から導入されとったんやん。それに合わせて松屋も追随したって感じか。って感じかな。午後10時から翌朝の5時までか。深夜帯かな、いわゆる。で、430円に 7% 加算されて、460円となるってことやな。牛飯の波がかな。終日の値段を一律で上げやんだけ、良心的なんじゃないか。深夜だけっていうのは。確かにな。あと、これ今、関東圏だけっていうのが意外やったっていうか、上げるならてっきり全国で一律で導入するんかと思ったけど、試験的なんかわからんけど、今のところ関東圏だけなんやなって思ったな。試験的な導入らしいよ。じゃあゆくゆくは、やっぱり全国的に波及していくんかな。今のところ全国でやる予定はないらしいけど、それで集客できるんやったらっていう感じなんじゃない？やっていくんじゃない？確かに。東京とかさ、千葉とか埼玉の都心部はさ、家賃も高いし、東京とかはさ、人件費最低時給も高いからさ、わかるっちゃわかるけど、なんか茨城とか栃木とか群馬のさ、田舎の方の店舗もさ、深夜料金導入されるやん。確かに。されるんやけど、それってちょっとかわいそうやな。東京にくくられるのがなんか。確かに。ど田舎っていうか、普通にさ、他の県のさ、田舎とほぼ街並み変わらんような場所もあんのにさ。関東圏やからというくくりで一律で上がるのはちょっと不公平な感はあるよな。1都6県、首都圏でも山梨は入ってないんやな。不思議やな、それもな。確かにな。なんなんやろな、この基準は。山梨田舎認定されとんじゃん。かもしれんな、国から、松屋からは。それこそ東京とかやったら、深夜とかでも松屋とか人は多い。多いな。特に週末は結構入っとるイメージがある。あんまりいかんけど、深夜の松屋って、なんか独特の空気感あるよな。言いたいことはわかるな。なんかいろんな人種がさ、一堂に会すやん。確かに。なんか夜食の人とか、朝まで飲んどった学生とかさ。確かに。夜勤とか、夜勤後のおじさんたちとかさ。あとはなんかパチ屋の近くやったらパチンコ帰りで
勝ったか負けたかわからんような連中が松屋で集会しとるときあるで。週末感漂ってるよな。終わる方の週末感が。俺も最近はあれやけど、よく深夜帯の松屋行っとったから一言言えやんけどさ、独特の雰囲気はあるよ。すき家とか松屋とかってさ、郊外にもあるからさ、もはやなんか生活インフラみたいな感じになっとるやん。コンビニと同じやけど。夜中でも人が作った出来たてのご飯が食べれるっていうのは、もうほんと牛丼屋ぐらいかな、その田舎の方ってなると。選択肢がな、そもそも。だから、多少深夜料金取ってでも、深夜営業ができるんやったら続けてもらった方がいいような気がするけどな。もう憩いの場としてな、松屋が。いや、なくなったら困る人めっちゃおるやろ。いや、困ると思うよ。トラックドライバーとかさ。松屋はだってな、美味しいのもあるし、味噌汁とか定食やったらご飯おかわり食べ放題っていうのがやっぱ大きいから、学生にも優しい。松屋？そうなの？そうやで。しないじゃないの？食べ放題って。松屋食べ放題なの？ご飯。松屋食べ放題やで。店舗によるんかな？わからんけど、少なくとも俺の言っとるっていうか富山の松屋は定食やったらご飯おかわり自由。深夜営業もさ、深夜営業の是非がよく問われるけどさ、最近は。確かにな。まあでも、深夜営業ってやっぱりどうしても国からさ、そのバイトとか社員にさ、深夜料金の割増賃金。割増賃金があるからさ、まあ、そう言われたらせざるを得んわなとは思うけどな。で、それで従業員にそんな賃金払いたくないっていう会社は、深夜営業をもうやめたりしたらいいんじゃないかって思うけどな。だから実際さ、なんかもうコロナ禍以降さ、深夜営業やめたチェーン店結構あると思うよね。ある。いつの間にか終わっとったっていうのあるよな。コロナで時短営業で早めに閉まっとったのに、いつの間にかもうそれがなんか通常営業みたいになっちまって。マクドナルドとか24時間じゃなくなった店舗結構あるよな。そうやな。あとファミレスとかも地味になんか前まで24時間やったのが12時で終わるとかはあるな、こっちやと。本当はやめたかったんかもしれんわな。まあかもしれんな。これ。なくていいなってなったんやろうな、多分な。人もあんま来やんし。特に田舎の方やったな。そうそう、人件費と光熱費だけかかって、実際あんまり元取れてないかもしれんしな。でも、値上げばっかやな。値上げばっかですよ。430円かついに。すき家とかのさ、トッピング牛丼食うともう600円とかなっちまうもんな。なる。波でそれやから普通に大盛りとか特盛りにしたらもっとかかる。昔やったら普通に定食とか食えた値段やけど。今下手したら定食で1000円超える時あるからな。期間限定とか大盛りとかにしたらもう。東京はだいたいもうランチでも1000円超えてくるな。定食食おうと思ったらな。まああれじゃない？まあ物価高もあるけど、国民の賃金が上がっとるから価格に反映させてたんじゃない？確か日銀の植田総裁が利上げを最近決めたんやけど、その時に会見で賃金の上昇が確認できとるから、利上げに踏み切ったっていうことを言っとるから。本当なんかな、それ。賃金が上がったから、まあ物価が上がってもしょうがないみたいな意見あるけどさ、賃金の上昇ってさ、昇給ってさ、普通の会社で年に1回しかないやん。でもさ、物価ってさ、めっちゃ頻繁に上がってくやん。そうやな。だから、追いつかんよな、普通に考えて。いやー、追いつかんし、物価の方が消耗品とかやから、全然リピートして何回も買わなあかんからな。全然追いついてないよ、賃金の上昇に。でも松屋とかすき家とかってさ、結構メニュー多いやん。松屋はまあそうでもないんか。すき家とかめっちゃメニューあるからさ、深夜だけメニューもっと限定したりしてな、コストカットしたらいいのになと思うけどな。確かに企業側が一律に値上げの方向性じゃなくて、企業側でできる営業努力っていうのをしてほしいよな。そうだな。まあしとるんかもしれんけどな。もう深夜は、まあ普通のそのプレーンの牛飯とカレーだけにするとかな。まあそれでも食いたいやつは行くからな。バイトも楽やしな。提供する側も。まあもともと深夜っていう普段その時間帯に食べんっていうその特別な時間帯、その中で店を開けてもらってるっていう意味も込めて、だから深夜料金自体値上げ一律に叩くもんではないと思うけどな。そうやな。思ったよりそのネットの反応とかが松屋に対してのヘイトがすごかったからさ。別に嫌なんやったら深夜に行かんだらいいし、逆にその深夜に行かざるを得やんような人ってその深夜に働いてる人やからさ。そういう人だってさ、その深夜分さ、割増手当もらっとるわけやからさ。まあ、深夜料金をまあ払うのは差し引きゼロというか、しょうがないんじゃないと思うけどな。そうそう。思ったよりな、そうそう。松屋アンチがちょっと多くて、松屋信者の俺からしたら悲しかったな。松屋信者やったんか。いや、俺チェーン店の中やったら一番やっぱ松屋が行くな、選択肢。なんでだ、松屋が一番うまいの？美味しい。純粋に味が好きやな。あれじゃないの？味噌汁ついてくるからじゃないの？それもある。それも大きいな。やっぱり落ち着くわ。松屋が一番。
券売機がいいよな。券売機いいか。券売機がいい。もうなんか、いちいち人に喋らずにできるのがいいな。そうかな。これはなんかコミュ障すぎんか。いや、コミュ障っていうか、なんか、めんどくさくない確かに、いや、わかる。すき家の話やけど、店員と客での揉め事とか結構起こっとるらしいからな。会計とかも、会計がめんどくさいやん。まあ確かにな。すき家もたまに、都心の店舗やとな、券売機の店もあるんよ、今。はいはい。でもなんか、そうじゃないとさ、会計の時にな、いちいちなんかやり取りしたりするのめんどくさいから、俺は結構券売機賛成やけどな。まあ確かに。そういう意味では松屋は好きやな。でも、味はすき家の方が好きやな。そう。それは人それぞれやからな。やっぱチー牛が。チー牛さん。うまい。松屋にもチー牛あるけど、すき家のチー牛が好きやな。やっぱり一番。松屋はいっぱいソースあるやん。あるある。あれを牛飯にぶっかけて食うのはうまいと思う。焼肉のタレみたいな。定食とかじゃなくて、牛飯にもかけるんや。牛飯にあれをぶっかけて食うとうまい。でもこれからも値上げに関しては、ちょっと覚悟してかなあかん反面、どこかで受け入れてかなあかんっていうのが。そうやな。まあ深夜料金が加算されても別に行く人は行くし、牛飯で言ったらまあ30円ぐらいやから、そこまで客が減るってか、まあ他の店もすき家も導入しとるから、まあ客が減るってことはないんじゃないかな。やし、まあこれからもう24時間営業を続けていくんやったら、全然加算していいと思うわ。なくなる方が問題やわ、24時間営業が。確かにな。俺もそっちのスタンスやわ。まあ逆に言うとこの1都6県の動きにかかっとるかもしれんな。確かにな。ここで深夜の客が離れると、もしかしたら、もう深夜営業やめるってなるかもしれんしな。それはもう関東圏のユーザーにかかっとるわ。そうやな。まだ1ヶ月も経ってないから、深夜料金導入して。これがちょっとどうなるかは今後の見ものですね。営業利益が上がるのか下がるのか。まあそんな感じで、今日は松屋深夜料金導入についての話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。